皆さん、おはようございます。おはようございます。ザクバーグのアディクションプロフェッショナル認定協会の遠藤と申します。今日は大変なお天気の中で皆さん来ていただきまして、だいぶ準備するのに時間がかかりまして、だいぶバタバタでやっと1日2日前に形ができたというので。ちょっといろいろ訂正がたくさんあって申し訳なかったんですけど、今日から4日間行くんですけど、今回このアディクション医学のセミナーが初めてということで、いろいろ大変な部分もあると思うんですけども、先生は超ベテランですけど、このアディクションの分野に関しても、世界でも最も古くからというか、先生が運営している施設がフロリダにあるんですけども、それは世界で最初にできたアディクションの治療センターです。世界最大の施設です。で、同じような施設を、イスラエルの方でも運営しています。ということで、先生は、このアディクション医学の世界で、最も古くからかける先生ですので、皆さんいろいろと学ぶところがたくさんあると思います。で、日本国内では本当にまだ始まったばかりというか、医科大学でも本当に1時間か2時間ぐらい正式にはですね、このアディクションのことについてあまり教えられてない、1、2時間ぐらいしか授業の中で教えられてないということですので、本当にきちんとしたアディクションの医学というのを、学んでないんですね、ほとんど。ですから先生にしっかりした医学を学んでですね。で、これはそういったアルコールだとか薬物だとかそういう依存症だけじゃなくて、この発達障害とか強迫性障害とか、今それはすごく日本の国内でも多くなってますけど、そういう人たちにも効果的というか、そういうものなので、ぜひしっかり学んでいただきたいと思います。ちょっと特別な方でですね、14歳の時にこのマイアミ大学の医学部で神経毒の研究に参加して、で論文を発表しています。そういうちょっと特別なシステムがアメリカの方ではありまして、優秀な人はどんどん早くところに出てくる。で、先生はそういうその方の一人なんですね。そして皆さん聞いたことがある人もいるかもしれないんですけど、マイアミバイスという日本で昔テレビドラマで放映されてたことがあるんですけど、そのマイアミバイスを設立した本人なんです。ですから、その頃からずっと、先生はその薬物ですとか、組織犯罪ですとか、そういうのを取り締まる仕事をしてたんですね。なんですけども、だんだんその依存症というのが病気だというのが分かってきて、病気は捕まえて監獄に入れても治らないと、病気は治療しないと治らないということで、そしてそれから医学の道に進んで、現在に至っています。そして、医学の分野でこのアルベルト・シュバイツァー賞という賞を、第23回のワールド・メディカル・コングレスという大きな医学の大会で、その場所でアルベルト・シュバイツァー賞というのを受賞しています。それからいろんなカイロプラクティックの学校、大学で、だったり、協会から研究の賞を受賞しています。そして、このアディクションのことに関しましては、いろんな他のカイロプラクティック以外の大学で教えています。そして、多くのカイロプラクティックの大学で卒業教育を担当しています。そして、現在でもさっきフロリダ州マイアミで350床を備えている依存症の治療センターを運営しています。それが世界最古の施設です。で、世界最大の施設。Good morning. We're going to be talking about something that you don't hear too much about concerning diseases, especially here in Japan, and that is the disease of addiction. これから皆さんあまり今まで聞いたことはないかもしれませんけども、依存症という、特に日本ではあまり聞いたことはないかもしれませんけども、依存症という病気について勉強しています。What I mean by this is that generally people in the street, the public,
And some professionals think addiction is a moral problem, an immoral issue. で、その依存症というのは、多くの場で、そのモラルの問題だというふうに、捉えられてきました。When they hear the word addiction, they don't hear the word disease. 依存症というと、それが病気だというような認識は今までなかったわけです。But we're going to find out that addiction is a disease, and it's the perfect disease. ですけども、その依存症は完全に病気なわけです。It's one of the worst diseases that can affect man. そして、それはその人々を犯す最悪の病気です。So, you're going to be entering a field now. This program is to train you to be addiction professionals. This is a official term. そして、このプログラムは皆さん方アディクションの依存症を取り扱う専門家を育てるためのコースになります。I am presenting the program today. However, this is the official training of the American College of Addictionology and Compulsive Disorders. で、これは、アメリカンカレッジ・オブ・アディクショノロジー・アンド・コンパルシブ・ディスオーダーズという、先生方が運営している、アメリカで運営している依存症の専門家を育てるコースがあります。その正式なコースとして、行われます。The American College has been training addiction professionals for almost a little less than 25 years. このアメリカンカレッジというのは、今までですね、主にアメリカでですけども、過去25年間、専門家を育てる、こういう活動をしてきています。The program operates throughout the world, but has official classroom training in the United States, Canada, Australia, and parts of Europe, including Germany, and soon, of course, as we finish this program, there will be established here in Japan. そして、このプログラムは、世界のいくつかの国々でアメリカ、カナダ、オーストラリア、それから、ヨーロッパ、which country in Europe? Well, England, which is outside of Europe, so England, the main headquarters in Hanover, Germany, and also Israel. ヨーロッパではイギリス、それからドイツ、それからイスラエル、でもうすぐ日本ということもあります。But I have a surprise for everyone today. 今日は皆さん方をちょっと驚かせるようなことがあります。This is the inaugural class, the very first training of its kind for the American College to train addiction professionals in Japan. You are the first. 日本国内ではこれが本当に、そのアメリカンカレッジとしての専門家を育てる教育、これが初めてのことです。What you will understand is surprising is there are so few of you when in fact there are millions of addicts. Yeah? で、皆さん方非常に驚くと思いますけども、おそらくもう何百万人もの依存症の患者さんが日本にもいると思います。As advanced as Japan is, it is behind in the science and research and treatment of addiction. で、日本のようなその先進諸国の中の一つに関しては、依存症に関する治療が、これだけしか今の状態というのはすごく遅れていると思います。And you might ask yourself, how could there be millions of addicts in Japan? で、おそらく皆さん方はどうしてその何百万人もの依存症患者が日本にいるっていうふうに言うんだろうと思われると思います。This requires an explanation. で、これにはちょっと説明が必要です。There are 5 addictions. 5. アディクション、依存症には5種類あります。And in addition to the 5 addictions, there are the compulsive disorders, and there are many of them. で、その5種類の他にその強迫性障害、発達障害が含まれます。
the compulsive disorders are also addictions. 強迫性障害、発達障害というのは、それも依存症、アディクションの中の仲間です。So when we consider the 5 types of addictions and all the compulsive disorders, there's millions of people with this disease in Japan. ですから、その5つの分野、それからプラス発達障害、強迫性障害を含めると何百万人もの数になると思います。Now I have some bad news. で、ここで悪いお知らせがあります。In Japan, and this is an estimate, please understand this is an estimate because your government is behind the current information. まあこれは、その概算ですけども、というのは日本の政府が、それについてあまり明らかにしてない内容についてです。The leading cause of death in Japan is drug related. 死亡の主要な原因、日本における死亡の主要な原因は薬物に関係しています。More bad news. さらに悪いニュースがあります。The leading cause of crime in Japan is drug related. そして、主要な犯罪の原因、これも薬物の依存に関係しています。More bad news. There is no cure for this disease. で、さらに悪いことには、これらの病気には治癒ということがありません。You want any good news? 何かいいニュースはありますか？ The good news is いいニュースは treatment works. 治療は効果があります。Just as in diabetes there is no cure, で、例えばその糖尿病と全く同じように、そこには治癒はありません。treatment works. ですけども、治療は効果的です。So what is the difference between a cure and treatment working? で、それはどういう意味でしょうか。治癒はしない。だけど、治療は効果がある。In diabetes, you are always diabetic, but with treatment, you're in recovery. And you have a normal life. As long as you stay in recovery and you don't break the rules, treatment works. And so you have a lifetime of recovery, but there's no cure. You're always a diabetic. まあ、糖尿病の人を例えて言いますと、糖尿病の人は完全に治癒するということはないんですね。生涯その人は糖尿病を持っています。ですけども、適切な治療をすると、その回復をすることができます。回復をして、そしてその適切な治療と適切な指示を守っていけば、生涯その回復をし続けることができるわけです。So, with addiction, the diseases of addiction, the 5 addictions and the compulsive disorders, で、その5つの種類の依存症ですも、you have no cure, it never goes away, just like diabetes, but treatment will allow you recovery so that as long as you do what the treatment is about, you can have a successful life with no trouble. 治癒はないんですけども、ですからその適切な治療が行われれば、回復をして、そして、その生涯回復した状態を保って、普通の生活を送ることができます。So we see our first slide that addiction is a disease. で、この最初のスライド、アディクション、依存症は病気である。And we're going to discuss the definition of addiction. で、このアディクション、依存症の定義がどういうものかと言いますと、It has 2 parts. It has compulsive use and also negative consequences. ここにあるようにですね、さまざまな結果として出てくるさまざまな悪影響にもかかわらずやめられない、そういう状態を依存症と言います。I've already said there are 5 addictions and compulsive disorders. They're all addictions. そして、以前に言いましたけども、アディクション、5種類の依存症と、それから強迫性障害が全て依存症だと、アディクションである
います。But there are two kinds. ですけど、そこには2種類あります。The exogenous addictions and the endogenous addictions. 外的な依存症と内的な依存症。An endogenous addiction means that you don't need a drug from the outside coming into the body. The drugs are manufactured by the body that you're addicted to. 内的な依存というのは、外から薬物を取る必要はありません。体の中でその薬物に相当するものができてくる。For instance, in a few minutes we'll be talking about the 5 addictions, which are work, food, sex, gambling, and drugs. で、この後、その一つ一つの分野に関して、お話ししますけども、その5つの種類、それには、仕事、食べ物、セックス、ギャンブル、それから薬物、この5種類があります。So for example, you have serious addiction to Pachinko. そうですか、皆さん、深刻なそのパチンコのアディクションとなりますかね、日本には。Where's the drug? それはどこに薬物がありますか？ Well, later we'll be discussing the chemical nature of the body produces natural heroin or opiate or opiums in the body from the mood-altering activity of the gambling. で、これも後で詳しい話が出てきますけども、そのギャンブルをすることによってそういう行為ですね、その気分に影響するような行為、それによって体内でその化学物質が生じます。その化学物質に依存を起こします。それが内的な依存です。Therefore, this is one example of endogenous addiction, where the risk-taking behavior or the impulse of gambling stimulates the release of these opium molecules inside the body, not taken from the outside in, but from the inside out. で、そのパチンコはそういった中の一つの例です。で、その他にもその自分の身を危険にさらす、そういったものがそのギャンブルになります。で、それによって、体外でそのオピアムと呼ばれるような物質が、作られて、それに依存を起こします。So when we talk about the 5 addictions, work, food, sex, gambling, drugs, work, sex, gambling are 3 of the 5 are endogenous addictions. そしてその5つの種類のアディクションがありました。仕事、食べ物、セックス、ギャンブル、薬物とありましたけども、この中で、仕事、食べ物、ギャンブル、これがその内的なアディクション。All of the work, sex, and gambling. No, food sometimes is endogenous, sometimes not. だから仕事、セックス、ギャンブル、この3つは内的なアディクション。 All of the compulsive disorders are also endogenous. すべての強迫性障害、これも内的なアディクションになります。Now, an example of exogenous addiction. そして外から外的な依存症というのは、 Smoking a cigarette, taking the chemical in from the outside into the body, heroin injecting from the outside into the body, 外から etc. 薬物を取り入れる。ですから、タバコをニコチンを取り入れたりですね、ヘロインとかを、注射で、打ったり、そういうことで外から薬物を体内に入れて、それに対する依存というのが、外的な依存です。None of the compulsive disorders are exogenous. で、その強迫性障害、発達障害はすべて、内的な依存になります。Of the 5 addictions, we have the drug addictions, the one you think of when we say addiction. Everybody thinks of drugs.
this is maybe the smallest part, but this is an exogenous addiction, drugs, because they're put into the body. でアディクションというと、一般的にはまず頭に浮かぶのは薬物というのが頭に浮かぶと思いますけれども、実際はその全てのアディクションの中では、分野としては小さい分野です。内的な、アディクションの方がよっぽど大きいですね。Now, there might have been a question prior concerning food as an addiction, so let's just spend a moment on that. で、食べ物ということに関して、お話しします。Food can be endogenous and exogenous. 食べ物は、内的なアディクションである場合と外的なアディクションである場合と両方の場合があります。But it depends. It depends on which food addiction, because there are many different food addictions. で、それはどの食べ物のアディクションかによります。We also call these many different food addictions eating disorders is the term, eating disorders. で、食べ物のアディクションの場合には、食事、障害というか、摂食障害ですね。摂食障害というふうな言い方もします。There's bulimia, 拒食症だとか、anorexia nervosa, 過食症だとか、あとはその暴食というか、無茶食いというか。and they have become sophisticated, so there's also now a category called bulimic anorexia. Anorexia, the combination. The other were separate, bulimia and then there's the combination where a person has half and half. で、そのと Anorexia. Instead of bulimia, it's bulimic anorexia. とその拒食とがその両方混ざったようなそういうものですね。両方合わさったようなそういうものがあります。And if this was not exciting enough for you about food, okay, there's also carbohydrate binging, another eating disorder, carbohydrate addiction, and carbohydrate binging. そして、今までのその食べ物のところで皆さんあまり興味が湧かないということでしたら、ここでちょっと炭水化物のアディクション、それから炭水化物の暴食、そういうものがあります。So you see, carbohydrate addiction is exogenous. 炭水化物の依存症、アディクションは外的なものです。And some bulimia and all anorexia is endogenous. で、ある種の、拒食症、過食症というのは、In 言い translation, 直します。 the translation sometimes mixes me up. Let's start that over again. Bulimia, some bulimia is endogenous, some is exogenous. It depends how the patient is performing. No, the concept of bulimia is, of course, to eat food and then get rid of it. And the part that is the addiction is not putting the food in the body, but is getting rid of the food, yeah. In other words, an example of bulimia is somebody who eats a lot of food so they can throw it up. They can throw it up, vomit. Or they use laxatives. Okay, and the part that is the addictive phase is not the food going in, but the food going out. It's how they... It's more endogenous than exogenous. It's more endogenous because it's not the food going in that's the problem, it's going to the bathroom and vomit into the toilet. 過食症ってありますよね。過食症の場合は両方の要素があります。内的なものと外的なものがあります。ですけど、どちらかというと内的な要素が強いので。So it's a little bit of both. It's tricky. Very, very tricky. たくさん食べて、でその食べるのは外から入れるわけですけども、その後にそれを吐き出すわけですね。
その時にまたその時に生じる体内の化学反応というか、それに対するアディクションが起こるので、それは内的な依存になります。And then there is the anorexia, okay, which is endogenous. Right. それから拒食症、これは And now the carbohydrate binging, of course, that's exogenous. That's coming from outside and you're putting the food in the 炭 body. 水化物の暴食というか、それは外的なので。You all have experienced a little bit of the carbohydrate addiction. で皆さん方はみんなある程度炭水化物のアディクションに、関しては経験があるのではないかと思います。I'll give you a good example. まあ、いい例を挙げてみます。How many people here open a bag of potato chips and eats only one? ポテトチップを袋を開けて、一つだけ食べてやめられる人はどのくらいいますか？ You can't eat just one. Nobody does that. 誰も一つだけ食べておしまいにはいきません。And we're going to find out why, but I'll tell you a little bit. The carbohydrates alter mood. They alter how you feel. それで、その炭水化物もやっぱりその気分に影響する物質なのです。Now I'm going to tell you something that most professionals don't understand. で、ほとんどの多くの専門家が理解に苦しむことについてちょっとお話します。You can not be addicted to something unless it's mood altering. If it's not mood altering, if it doesn't alter your mood, endogenous, exogenous, doesn't matter. If the activity, the mood, the activity or the drug, your activity or the drug does not alter the mood, it cannot be addictive. 気分に影響しないものは、行動であれ、薬物であれ、外から取るものであれ、内からのものであれ、気分に影響しないものは、それは依存にはなりません。Also, that means that if the activity or the drug, the chemical, cannot alter mood, it cannot be addictive. 行動でも薬物でも気分に影響しないものはそれは依存を起こしません。Therefore, aspirin, you cannot be addicted to aspirin. It's not possible because it doesn't alter mood. アスピリンは依存症を起こすことはありません。というのはアスピリンは気分に一切影響を与えません。It is impossible to be addicted to an antibiotic because it doesn't alter mood. 抗生物質にも依存症を起こすことはありません。それはやっぱり気分に影響することがないからです。Does gambling alter mood? Yes. ギャンブルはどうですか？ギャンブルは気分に影響しますか？はい、します。Can sex alter mood? Yes. セックスはどうですか？やっぱりします。So, therefore, there are mood altering events or activities, and there are non-mood altering. The ones that are mood altering can be addictive. The ones that do not alter your mood cannot. ですから、その活動だったり、イベントだったり、すべてその気分に影響するものは、依存症を起こす可能性があります。ですけど、気分に影響しないものは、依存症を起こす可能性はありません。Does alcohol alter mood? アルコールはどうですか？ So it can be addictive. ですから、アルコールはやっぱり気分に影響します。ですから、依存症を起こすわけです。Can water alter mood? No. 水はどうですか？水は気分に影響しません。ですから、アディクションにはなりません。依存症は起こします。So, what is the ultimate definition for all addictions? ですから、すべての依存症、アディクションに関しての、最終的な定義というのはどんなものになるでしょうか。Compulsive use of a mood-altering chemical or activity. それから脅迫的な使用だったり、脅迫的になくてはいられない状態ですね。さまざまな悪い影響にもかかわらず、それをしなくてはいけない状態。それが So this means that you have a compulsion, a hunger for a mood-altering activity or chemical, and that's only
one part of the definition. So by itself, it's not enough. If you have a compulsion or a hunger to something that alters mood, either activity or chemical, it's still not an addiction yet. That's only half. ですから何か活動だったり、物質だったり、ただ活動を起こしている。それはまだアディクションとは限りません。依存症とは限りません。It becomes an addiction, a disease, when the hunger or compulsion is performed in spite of negative consequences. 活動だったり、脅迫的な使用、それがさまざまな悪い影響、結果的に起こる悪い影響にもかかわらず、それをしなくてはいけない、そういう状態が出てきます。We are not saying that if some activity or chemical has a negative consequence, that that's an addiction. It's not. 何かその薬を飲んで、それに対してそれが何か悪い影響を起こした。それがすぐにアディクションかというと、そういうわけではありません。And listen carefully. This is what most professionals don't understand. で、ここはとてもその注意が必要だと思います。Let's say we have a person here who is smoking cigarettes. They have a hunger, an appetite, a compulsion to smoke the cigarette. Okay? And they know the cigarette smoking is bad for them. 今ここに、タバコを吸う人がいて、タバコはその体に悪いということを知っていながら、タバコを吸っているわけです。But they do it in spite of the negative consequences. They keep smoking in spite of the negative consequences. で、その人はさまざまな悪い影響、それにもかかわらずタバコを吸い続けるわけです。How is it possible? どうしてそれが可能なんでしょうか。Because if we think about this, and this is very important, で、これを考えるとおかしいわけです。a person would have to be insane to knowingly do something on a regular basis that's going to kill them. で、そのさまざまな悪い影響が起こってきているのに、それにもかかわらず続けていくっていうのは、何か頭がおかしいとか、そういうことが何かおかしいことがない限りは起こらないわけです。But we are now going to tell you that the diseases of addiction is not psychiatric, and these people are not insane.